こんにちは、あつこです。今日は皆さんにおなじみのジブリ映画の名場面を使って楽しく場面描写の練習をしていきましょう。このビデオではステップアップ方式で段階的に描写スキルを学んでいきます。まず最初のステップではシンプルな日本語で場面を描写します。対象レベルは日本語能力試験の N5 から N4 程度です。次に同じ場面を少し詳しく描写していきます。こちらは N3 から N2 レベルを目指しています。最後にこの場面の物語の内容をより深く説明します。ここでは N2 から N1 レベルを目標としています。順番にチャレンジしていただくと自然に表現力が上がり、無理なく実力が身につきます。また、学びたいレベルに集中して取り組むのも良いですね。各描写に入る前に描写に役立つキーワードを紹介していきます。それらの言葉を使って実際に場面を描写してみましょう。文章を声に出して読んだり、コメント欄にあなたの描写した文を書き込んだりするのもおすすめです。コメント欄に書かれた文章は私ができる限り添削しますよ。では、今から少しゆっくりめに読んでいきます。必要に応じて再生速度を調整してください。目標は 1.5 倍速で理解できるようになることです。CC 字幕をオンにしてお好みの言語を選択してください。それでは始めましょう。まずは絵をよく見てください。これは私が大好きな映画千と千尋の神隠しの印象的なワンシーンです。1、簡単な日本語での描写 N5 から N4 レベル。キーワード、話す、言葉で伝えること。女の子、子供の女の人、若い女の人。男の子、子供の男の人、若い男の人。髪、頭に生える毛のこと。紙、書いたり、絵を描いたりするためのもの。この二つの紙は発音およびイントネーションは全く同じです。服、人が着るもの、シャツやズボンなど。お弁当、お昼や出かけるときに持っていく食べ物、またはそれが入っている入れ物。びっくりする、驚くこと。優しい、他人に対して思いやりがあること。穏やかで親切な様子。座る、椅子や地面に腰を下ろすこと。まっすぐ、曲がらないこと。隣、すぐ近くにあること。これらのキーワードを参考に実際に
場面の描写をしてみましょう。描写文。女の子と男の子が話をしています。この絵の左には女の子がいます。女の子の髪は茶色でピンク色の服を着ています。女の子は座って手に持った紙を見ています。目を大きくして口を開けてびっくりした顔をしています。この絵の右には男の子がいます。男の子は女の子の隣に座っています。男の子は白と青の服を着ています。男の子の髪は黒くてまっすぐです。手にはお弁当を持っています。男の子は優しい目で女の子を見ています。質問タイム。この描写文をもとに場面についての質問に答えてみましょう。まずはあなたが質問に答えてみてください。その後で私が回答例をお伝えしますね。女の子と男の子は何をしていますか？女の子と男の子は話をしています。女の子の髪は何色ですか？女の子の髪は茶色です。女の子はどんな色の服を着ていますか？女の子はピンク色の服を着ています。女の子は手に何を持っていますか？女の子は手に紙を持っています。女の子はどんな顔をしていますか？女の子は目を大きくして口を開けてびっくりした顔をしています。男の子はどこに座っていますか？男の子は女の子の隣に座っています。男の子の服はどんな色ですか？男の子の服は白と青です。男の子の髪はどんな感じですか？男の子の髪は黒くてまっすぐです。男の子は手に何を持っていますか？男の子は手にお弁当を持っています。男の子はどんな風に女の子を見ていますか？
男の子は優しい目で女の子を見ています。場面の描写に挑戦。では、ここで動画を一時停止し、絵の描写に挑戦してみましょう。私が作成した文は一つの例に過ぎません。ぜひあなたの言葉でこの場面を描写してみてください。間違っても大丈夫。コメント欄に書いてくれた文章には私ができる限り添削しますよ。では、一時停止ボタンを押して早速あなたの文章を作成してみましょう。2、より詳しく描写。N3 から N2 レベル。次は先ほどと同じ絵をより具体的に描写していきます。N3 から N2 レベルなので少し難しく感じるかもしれませんが、心配しないでください。例文を読んで言葉や表現の使い方を学ぶだけでも大丈夫です。表現力を磨く良い機会なので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。キーワード。これらのキーワードを参考に、実際に絵の描写をしてみましょう。自然。様々な意味がありますが、ここでは山、川、海、草木などを指します。豊か、たくさんあること、十分に揃っていること。少年、おおよそ6歳から18歳前後の男の人。少女、おおよそ6歳から18歳前後の女の人。少年、少女は書き言葉で使われる場合が多いです。並んで、隣り合うこと、連なること。束ねる、紐やゴムなどで紙や物を一つにまとめること。水管、約1000年前の日本人が着ていたデザインの服。右手、右側の手。両手は両方の手のこと。表情、顔で気持ちを表すこと。膝の上、太ももの前の部分。驚く、予想しないことを見たり聞いたりしてびっくりすること。整った、バランスがよくきれいなこと。包み、物を紙や布でくるんだもの。降り注ぐ、太陽の光や雨がたくさん降ってくること。茂み、草や木がたくさん生えている場所のこと。ところどころ、あちこちにあること。いろいろな場所や方向を指します。描写文。緑豊かな自然の中で少年と少女が並んで座っています。左側にいる少女は茶色い髪を後ろで束ねてポニーテールにしています。彼女の着ている服はサンゴ色と白で、昔の日本の服である水管という
デザインの服です。彼女は白い紙を右手で持ち、驚いた表情でその紙を見つめています。膝の上には彼女がこの世界に来た時に着ていた服が置かれています。右側には白と青の水管を着た少年がいます。彼の髪は黒くストレートで整った顔をしています。彼は両手でおにぎりの入った包みを持ちながら少女を優しく見つめています。背景には明るい光が降り注ぐ緑の茂みが広がり、ところどころに紫色の花が咲いています。質問タイム。この描写文をもとに場面についての質問に答えてみましょう。まずはあなたが質問に答えてみてください。その後で私が回答例をお伝えしますね。少女の髪の様子を説明してください。少女は茶色い髪を後ろで束ねてポニーテールにしています。少女の服はどんなデザインですか？少女の服はサンゴ色と白の昔の日本の服である水管というデザインです。少女は何を持っていますか？少女は右手に白い紙を持っています。少女の膝の上には何がありますか？少女の膝の上にはこの世界に来た時に着ていた服が置かれています。少女はどのような表情をしていますか？少女は驚いた表情をしています。少年の服装を説明してください。少年は白と青の水管を着ています。少年の容姿を説明してください。少年の髪は黒くてストレートで整った顔をしています。少年の様子を説明してください。少年は両手でおにぎりの入った包みを持ちながら少女を優しく見つめています。この絵の背景を説明してください。
背景には明るい光が降り注ぐ緑の茂みが広がり、ところどころに紫色の花が咲いています。より詳しい場面の描写に挑戦。では、今から一時停止をして、あなた自身の表現でこの場面を描写してみましょう。自分が書いた文が正しいか知りたい方はコメント欄を利用してくださいね。私ができるだけ添削します。それでは一時停止をして描写または音読を楽しんでみましょう。3、場面のストーリーの説明。N2 から N1 レベル。ここからは、この場面のストーリーを深く説明する N2 から N1 レベルに挑戦してみましょう。難しそうと思ったら、まずは一通り、キーワード、ストーリーの説明文、質問を繰り返してみてくださいね。それでは、まず、キーワードを学びましょう。キーワード、不思議。普通ではなく、なぜそうなっているのか、わからないこと。迷い込む。道がわからなくなり、知らない場所に入ること。お供え物。神様に捧げるためのものや食べ物。勝手に。他の人には相談せずに、自分の判断で行動すること。途方に暮れる。何をすればいいのかわからなくなり困っている状態。助言。問題を解決するためにアドバイスをすること。従う。他の人の言うことやルールに沿って行動すること。手渡す。直接相手に物を渡すこと。挟まる。物と物の間に入ること。奪う。他の人のものを無理やり取ること。支配下。他の人にコントロールされている状態や環境。アイデンティティ。自分が自分であること。自分の存在や個性を表すもの。主体的。他の人に頼らず、自分の考えや判断で行動すること。信頼関係。お互いを信じて頼りにする関係。大きな一歩。重要で進展のある最初の行動や変化。補足。千尋の名前について。千尋の漢字、ちは音読みで千と読みます。そのため、湯婆婆は千尋の名前を千に変えました。千は数の単位で千を表します。また、千尋の広は海の深さを測る単位です。千の広ということで、測りきれないほど深い海を表しているそうです。この映画にも広くて深い海のような風景がたくさん登場しますね。では、これらのキーワードを参考に、実際にこの場面のストーリーの説明に挑戦してみましょう。
トーリー説明文。この絵は映画、千と千尋の神隠しのワンシーンです。左側にいる女の子、千尋は、ある日、両親と共に不思議な世界に迷い込んでしまいました。そこで、千尋の両親は、神様のお供え物である食べ物を勝手に食べてしまい、豚に姿を変えられてしまいます。途方に暮れていた千尋を助けたのが、右側にいる男の子、白でした。千尋は白の助言に従い、湯婆婆のもとで働き始めます。この場面で、白は千尋がこの世界に来た時に着ていた服を手渡します。その服には千尋の友人からのメッセージが書かれた紙が挟まっていました。ここでは湯婆婆が働く者の名前を奪い、支配下に置いていますが、千尋はその紙を見て自分の本当の名前を思い出します。この瞬間、千尋は失いかけていた自分のアイデンティティを取り戻し、主体的に行動する存在へと成長していきます。また、白との信頼関係がさらに深まる重要な瞬間でもあります。千尋が自分の名前を思い出すことは、彼女が最終的に元の世界に戻るための大きな一歩となるのです。質問タイム。では、今の説明文をもとに、この場面についての質問に答えてみましょう。まずは、あなたが答えてみてくださいね。その後で、私からも回答例をお伝えします。千尋は一人で不思議な世界に入ったのですか？いいえ、千尋は両親と共にこの不思議な世界に迷い込んでしまいました。千尋の両親はなぜ豚になってしまいましたか？千尋の両親が神様のお供え物を勝手に食べてしまったからです。途方に暮れていた千尋を助けたのは誰ですか？千尋を助けたのは白です。千尋は誰の助言に従って何をしましたか？千尋は白の助言に従って湯婆婆のもとで働き始めました。千尋は何を見て自分の本当の名前を思い出しましたか？千尋は友人からのメッセージが書かれた紙を見て自分の本当の名前を思い出しました。白は千尋に何を手渡しましたか？白は千尋がこの世界に来た時に着ていた服を手渡しました。
この場面以降、白と千尋の関係はどのように変わりましたか？この場面以降、白と千尋の信頼関係がさらに深まりました。湯婆婆が働く者から奪うものとは何ですか？湯婆婆は働く者から本当の名前を奪います。千尋が自分の名前を思い出すことは物語にとってどんな意味がありますか？千尋が自分の名前を思い出すことは自分のアイデンティティを取り戻すことであり、彼女が元の世界に戻るための大きな一歩となる重要な意味があります。ストーリーの説明に挑戦。では、ここで一時停止をして、この場面のストーリーを説明してみましょう。あなた自身の言葉でアカデミー賞を取ったこの映画の魅力を伝えるのが目標です。それでは、一時停止ボタンを押しましょう。今回のビデオはいかがでしたか？ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、このユヤのモデルは、なんとスタジオジブリなのだそうですよ。湯婆婆並みに厳しい鈴木敏夫プロデューサーがいるからだそうです。この映画公開当時の宮崎駿監督のインタビューのリンクを概要欄に記載しておきますので、ご興味ある方は日本語の勉強に見てみてくださいね。今日も日本語を勉強してくれてありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。そしてこのビデオを見ながら一緒に音読してみてくださいね。音読は私の一押しの外国語の勉強方法です。チャンネル登録といいねをいただけるととても励みになります。それでは次のビデオでお会いしましょう。またね。